皆さんこんにちは。パル先生です。皆さんお元気ですか？先生は変わらず元気です。今日は教科書にない日本語シリーズです。今日みんなに紹介したい日本語はしょぼい。しょぼいです。このしょぼいという言葉はアニメや YouTube、それから友達同士の会話でよく聞きますが、教科書にはあんまり出てきません。じゃあ早速、このしょぼいってどんな意味だと思いますか？簡単に説明すると、期待していたよりも良くないとか、思っていたよりも小さい、なんか残念だなというような意味です。例えば、新しく買ったスマホを見て、画面こんなに小さいの？なんかしょぼいな。こんな風に使うことができます。この場合のしょぼいの意味は、自分が想像していたよりも画面が小さかったから、期待していたよりも良くなかったなっていう意味を表しています。もちろん人に対しても使えるんですけど、その場合はかなり失礼になる場合があります。例えば、しょぼい男だね。こうやって言うと、この男はなんか頼りないとか魅力がないとか情けないというようなちょっと強い悪口に聞こえてしまいます。なので、もし人に使う場合は必ず気をつけてください。本当にやばい、しょぼい人がいたら使っても大丈夫です。じゃあ、いろんなね、例文を見てみましょう。まず一つ目。今日の花火思ったよりもしょぼかった。これはちょうど今の時期に使えると思います。日本では7月、8月、9月あたりは本当にいろいろなところで花火大会が行われます。そんな時、もし自分が期待していたよりもちょっとしょぼい花火だった時、例えば時間が短かったとか、花火の大きさが小さいとか、そういった時にしょぼかったなーって使うことができます。花火大体綺麗なんですけどね。はい、それから二つ目。このゲームの景品、ちょっとしょぼくない？この場合は、自分はこのゲームの景品がもっと豪華だと思ってたんだけど、その期待よりもなんか豪華じゃなかった時はこういう風に使うことができます。ちょっと残念だなっていう気持ちを表してるんですね。それから3つ目。給料日なのにお昼ご飯がコンビニのおにぎりだけ。しょぼいな。この場合は給料日だから自分の所持金がいつもより多いのにコンビニのおにぎりだけだからちょっとなんか寂しいなっていうような気持ちを表しています。はい、ちょっとわかりましたか？じゃあ、ちょっとした豆知識をここからお話ししたいと思います。この今日紹介したしょぼいという言葉、実はしょぼしょぼという言葉から来たと言われているんです。はい。そしてこの元々のしょぼしょぼという言葉の意味は、元気がない様子とか、目が乾いたり疲れたりして、はっきり開けられない様子を表す擬態語です。なので、例えば、しょぼしょぼは、先生がいつも、長い時間パソコンを見ていて、目がしょぼしょぼしてきた。なんか目が乾燥して乾いて、なんか開けられない感じを表しています。それから、この元気がないとか勢いがないというイメージから、しょぼいっていうのは
迫力がないとか、立派ではないとか、期待よりも物足りないっていうような意味で使われるようになりました。なので、つまり、しょぼいというのは何かが壊れているという意味ではなくて、自分が期待していたほどではなかったというような、ちょっとがっかりしたような気持ちを表す言葉なんです。じゃあ次は、よく使うフレーズを紹介しようと思います。今から紹介するのはあくまでフレーズなので、このまま使うことができます。なのでもうこれさえ覚えたら、しょぼいっていう言葉が上手に使えるよっていうものを紹介したいと思います。どんなフレーズかというと、思ったよりしょぼい。もしくは過去形にして、思ったよりしょぼかった。もうこれだけ使えればもう OK です。例えばどういうふうに使うかというと、写真を見ながら、写真では大きく見えたけど、実物は思ったよりもしょぼいとか、SNS ではすごそうだったけど、実際に行ったらしょぼかった。こんな感じで使うことができます。なのでもう最後に思ったよりもしょぼいって言えばそのままで OK なので、結構使いやすいと思います。で、さっき言った通り、人に対してもこのしょぼいという言葉は使えるんですけど、失礼になってしまうので、みんなはまずは基本的には物やイベントに使えば OK だと思います。では最後にこのしょぼいと似ている言葉や反対の意味を表す言葉もいつも通り紹介しておこうかなと思います。まずはしょぼいと似ている言葉。一つ目はいまいち。いまいち。これもあんまり教科書には出てこないかもしれませんが、よく使う人は結構使います。このいまいちという言葉の意味は、あんまり良くないとか、もうちょっとっていうような意味を表してます。例えば、このラーメンいまいちだったとか、映画は面白かったけど、最後がいまいちだった。このように使うことができます。意味はさっき言った通り、このしょぼいとほとんど同じなので、期待していたよりも良くなかったっていうような感じです。ただ、先生の感覚で言うと、しょぼいよりも少しだけ柔らかい感じがします。なので、そこまで直接言いたくないときは、いまいちを使ってもいいかなと思います。それから2番。2番は、パッとしない。パッとしない。このパッとしないという言葉は、目立たないとか、印象が弱い。それから、あんまり魅力を感じないというような意味です。例えば、今日の試合はパッとしなかった。このデザインなんだかパッとしないね。こんな感じで使うことができます。今はちょうどサッカーワールドカップがやってますよね。皆さんあんまりパッとしなかった試合はありましたか？先生は今回ね、なかなか夜更かしできなくて試合全然見られてないんですけど、皆さんどうですかね？試合面白いですか？はい。では3番。3番はダサい。ダサい。このダサいという言葉はセンスがないとかおしゃれではないというような意味になります。例えば、その服ちょっとダサくない？こんな感じで使います。で、この言葉もしょぼいと似てるんですけど、ダサいは見た目やセンスに対して使うことが多い言葉です。はい。では、しょぼいの反対の意味も少し紹介しておきます。まず一つ目は豪華。豪華。
これは教科書にも出てくる言葉です。豪華はとっても立派でお金がかかっているように見えることを表します。例えば、今日のホテルの朝ごはん豪華だった。すごい立派なご飯だったというような意味になります。続いて2番、立派。立派。立派というのは素晴らしいとか見事だというような意味です。例えば、立派な家ですねとか立派な仕事をしました。このように使うことができます。そして最後は教科書にも出てくるし、みんなも普段からよく聞く言葉。最後はすごい。すごい。この言葉はもうすでに使える人も多いと思います。ね、はい、すごいは、期待以上だったとかね、感動した時とか、いろんなところでこの言葉を使うことができます。花火大会に行って、わ、この花火すごいとか、先生は車が好きなので、例えばこの車すっごくかっこいいとか、こんな感じで使うことができますね。はい。なので、今日もね、ぜひ皆さん、しょぼいだけではなくて、しょぼいと似ている言葉や反対の言葉も一緒に覚えて、どんどん使ってみてください。はい。では皆さん、今日もお疲れ様でした。新しい日本語を覚えることができましたか？ぜひ皆さん自分で文章を作って、先生の YouTube のコメントにも書いてみてください。では皆さん次の動画でまた会いましょう。じゃあまたね。